はい、鳥犬チャンネルです。今回は重戦記エルガイムシリーズのプラモデル24分の1フロッサースパイラルフローをお届けいたします。今回は制作動画も含んでおります。これね、若い時20代の頃買ってからね、なかなか完成までいかなかったんですけどね、30年ほど経ってようやく完成させました。はい、スパイラルフローパッケージの方からですけどね、このようにレッシーが書かれてて、レッシーもついてます、フィギュアで。この頃はね、結構こういったね、乗り物っていうのが結構ね、商品化されました。エルガイムの前作のダンバイの方はあんまりなかったかな。ザブングルの方でね、ホバギーが出てたと思います。ホバギーはこれより小さくて35だったかな、48か、48分の1だったと思うんですけど、これは倍の24分の1スケール、カーモデルなんかとね、並べるとちょうどいいスケールになるかと思います。で、これレッシーがね、ちょっと上向きなのがね、気になるのと、ちょっとね、股が開きすぎかな、いうのを見ながら。でね、これ変形できるようにいろいろ考えたんですけどね、完全変形ね、もう結局組み替えで作っております。パッケージはこのようになっててね、再販されたものでバーコード付きのものになります。はい、このように、エルガミにドッキングするスタイルにも変形します。組み替え変形です。デカールもついてて、コントロールパネルなんかね、その辺り貼られております。マーク2のね、ピューイなんかも出てくれればね、嬉しかったんですけど、そちらはなかったですね。はい、そしてエルガイムシリーズについております。メカニカルファイルですね。これね、いいですよね、こういうの。で、こういうの見てるとね、ダバ君のこのパイロットスーツなんかもね、スクラッチしてみたいかなとも思ってきたりもするんですけど。はい、そしてね、裏を見ると、変形するね、機構があってね、もうこれ10代の頃見たときはワクワクしてましたね。これね、でもね、変形、完全変形難しいなと思ったのは、横のこうレバーが出るところと、正面のね、ハンドルが折りたたむ機構ですね。あそこね、今なって考えてもね、ちょっとスペースがなさすぎだったんですね。で、仕方なく結局、キットのままの差し替え式を選びました。ね、これ設定本当にね、いいですね。はい、それではね、もう何年も作りかけで放置してたこのね、スパイラルフローを作っていきたいんですけどね、こちら今手に取った工具はね、あれは切り取ってやってます。で、ここのシートもね、切り取りました。ヒートペンでね、切り抜いてあげました。今ね、これ前輪というか前の部分ですね、やってますけどね、ここのギミックがね、密に入ってるんで、サイドのね、ハンドル引っ込めるギミックがね、これ入らないなっていう風に判断しました。そしてね、このエルガイムとドッキングするときに出てくるこの上のカバーですね、これはね、ギミック当時よう考えたんやな思いました。当時キャドなんてないですからね、パソコンとか、マイコン言われてた時代でね、カセットテープで記録したりする時代でした。ベーシックとかのね、プログラムとかもね、この頃覚えたんですけど、そんな時代、マイコンって呼ばれてた時代でね、ベーマガなんかも読んでた時代でした。厨房の頃でした。エルガイムです。はい、このようになってて、20代ぐらいになってね、再販品買って作りかけでいろいろ困ってね止まってたんですけど、今エルガイム企画を個人的にやってるんで作り上げたっていう感じです。でね、シートこういう風に外したのはね、実はね、前のライトね電飾したかったんでね、このようにしております。で、ダバ君乗っけてね、ダバ君もね、これね、ちょっとね腕の辺とか首の辺角を入れてみました。いろいろ悩ましいキットでしたね。かっこいいんですけどね。はい。で、これがね、変形難しいな思ってたサイドのね、レバー出てくるとこなんですけどね。長野さんだいぶ考えましたね。すごいですね。ここを折りたたみにしようかな思ってたんですけどね。ち
ちょっとハンドルレバーとかの大きさも考えるとちょっと無理やなこれっていう風に判断しました。はい、そしてここのね真ん中後ろのノズルですね、どうしてもね、継ぎ目が見えちゃうんでエバグリのね、このようなプラパンを貼っていきます。切れっ端をね切って、はい、合わせて貼っていきます。こういうねプラ材って便利ですね。はい、こういう風にプラパンを貼っていって、はい、溝モールドがあるやつなんでね、雰囲気出たかと思います。継ぎ目も隠せたと思います。はい、そして貼り付けますね。ここね、接着剤で貼り付けてあげます。はい、そしてね、本体自体にも接着剤塗ってあげて貼り付けてあげますね。はい、そして貼り合わせてあげて接着ですね。で接着剤これだけだとちょっと不安やったんで、流し込み接着剤ね、これを継ぎ目に流してあげてしっかりと接着してあげます。はい、そしてサイドのエンジン、右後部側のですね、これを取り付けていきます。接着剤つけてあげてね。はい、そしてコントロールパネルと前の部分ですね、前の引き出し部分、こちらを接着していきます。角部分にはね接着剤つけないように気をつけながらコントロールパネルをつけてあげます。ピンセット使いながらつけてあげますね。はい、そして剥がれ防止のために一応また流し込み接着剤を流してあげます。これでね、しっかりとつくと思います。そしてね、サイドのカバーですね、レバーが出てくるとこ、そしてこれダワ君です。ヒートペンでね首と腕のとこね、ちょっと加工してあげてボールジョイント仕込んであげてます。 2mm 軸でボールのとこ 4mm のウェーブさんのやつですね、これをね差し込みで交換するようにしてます。動くようにしてます。腕はね変形した時に、変形後のグリップ握らそう思ったらね、この開きやったら開きすぎなんで腕交換するようにしました。腕はね、車のキット、富士見さんのキットからね確か持ってきたものに付け替えするようにしてます。こんな感じでダバックの方も改造で、レッシーですね、レッシーさんねちょっとね顎が上がりすぎみたいな感じがするんでヒートペンでね修正して、あと足がね開きすぎみたいな感じで、これはこれでいいんかもしれないんですけどちょっと気になったんでパッケージのような足の組み方に交換してみました。はい、それレッシーさんですね。首も切り離してます。ちょっと短い感じが首したんでね。で足のとこもこのように真鍮線打って、右足は、ヒートペンでひん曲げてあげました。で首、プラ棒で継ぎ足してあげてヒートペン加工でこのように刺すように改造してます。はい、これでねちょっとパッケージみたいなスタイルできるかなっていう感じです。はい、そして電池ボックスも作ってます。ライトの電飾用にね電池ボックスがこの大きさっていうのがないんでプラパンの組み合わせで作ってます。そしてね、港南で買ってきた、銅板ですね、これを切って刺してあげます。電池ボックスを組んだね、プラパンなんですけどね、そこに0.5 ミリずつね、通るようにスリット作ってあげる。ほら今通りました。そしてこのペンチでねグニッと密着さすように曲げていってあげます。であとこの銅板とリード線のところをね、この LED 使ってね、ハンダ付けしていきます。でリード線ちょっと長すぎるんで途中でまたねカットしてます。で間にスイッチ入れるんですけど、スイッチはシリコンハウスで買ってきました。ちっちゃなスイッチね、こういうの売ってるんでね50円ぐらいかな、はい、売っております。はい、ここに刺そうと思ってプラパンで、裏打ちしてて穴開けて通してるって感じです。1ミリの穴開けて、はい、赤色がねプラスですね、黒がマイナスです。はい、LED 刺そうと思ったらねちょっとうまいことまだはまらなかったんで、これからねリューターで少し開口の穴を広げてあげたいと思います。リューター使ってます。
今ね、ちょっといつも使ってるボークスさんのリューターがね、メンテに出してるんで、メンテ代1万ちょいはかかるいうことなんですけどね、使いやすいしね、あれなんで、今、サブの、3000円ぐらいで購入したやつかな、使ってるんですけど、やっぱパワーが全然違いますね。やっぱリューターもね、いいの使うと全然違うと思います。はい、穴の方も広げましたんでね、これでね、刺さるかなっていう感じですけど、刺さりましたね。赤ラインが入ってきました。黒ラインも入ってきます。はい、ギュッと入ってきます。で LED とね、リード線のハンダ付けってあんまりやったことないんですけれど、小さすぎてね、ルーペないとちょっと無理でしょうね。もうだからもうくっついてなかったんです。このもっと安くやるんやったらそっちなんでしょうけどね、バラで買ってね、組み立てていった方が安く上がるとは思うんですけれどね。でね、こちら今通るの確認したんですけど、通った後どうしようかなって考えてて、透明プラカン貼ろうかなとも思ったんですけど、UV 樹脂流し込むことにしました。今ちょっと削ってね、うまいことをしようと思って調整はしてるんですけれど。はい、そしたらね、UV レジン流していきたいと思います。はい。ちょっとね、UV の中身が少なくなってるんで、ビュッてやったらこんなにね、ドボッと出ちゃいました。で、ドボッと出ちゃったやつは、はい、スパチュラでかき取って量の調整していきます。そしてね、拭き取ったり、あと綿棒で拭き取ったりもしたんですけどね、ちょっとテプテプになりました。はい、そして量の調整をした後で、あとは UV を当てていきます。はい、今ちょっと微調整しておりますね。で、これ1回じゃなくてね、数回上からね、塗りというか、UV の樹脂流してあげました。はい、そしてこれが UV ライトでね、固めてるところでございます。はい、そしたら塗装の方です。はい、先ほど UV ライトかけてたとこなんですけど、透明のところはね、マスキングテープでマスキングして、サフ拭いて、それから今黒立ち上げをしております。黒立ち上げをして次には鑑定色を当ててったっていう感じなんですけどね。はい、黒を塗ってます。ちょっとね、ノリも悪いんで、黒の方、もうちょっと溶剤入れた方がね、良かったみたいだなと思ったんで、途中で溶剤入れております。はい、黒拭きが終わったので、次は鑑定色を入れていってあげます。鑑定色です。まあ、濃いめのね、茶色でもいいかなとは思うんですけど、私いつもこういう塗装するときは鑑定色を入れていきます。黒のとこからね、すぐグラデーションかけながら塗るマックスの、昔のマックスのやり方ですね、マックスのもあるかとは思うんですけどね。一回この、鑑定色とかブラウン系入れた方が、雰囲気は私好きです。はい。そしてね、ホワイト入れる前に今度は、ミディアムブルーを吹いております。このちょっとグレーがかったようなブルーですね。これ結構好きなんで、白地の下地にすることをちょこちょここの頃よくやってますね。この方がね、後で白もね、ちょっと立ちやすいんでね、このような塗りをしております。はい、これカバーのところもね、ミディアムブルーで吹いてます。吹いてる時にね、エッジのとこ、角のところですね、そこはね、前に言った鑑定色がね、残るように吹いていくのがちょっとポイントかなと思います。はい、そして今度はね、ホワイト吹きなんですけれど、クールホワイトを吹いております。クールホワイトもね、2回ぐらい吹きましたかね、乾燥させてからね。はい、このように吹いていって、赤色になるとこもね、鑑定色の上からそのままホワイトにしていきました。赤がね、発色しやすくなるんで、こうしておくと。そして赤色塗ってます。スーパーイタリアンレッドですね。こちらを塗っております。そしてね、ちょっとね、吹きが悪かったので、これもちょっと溶剤後で足して塗り直しましたかね。このようにして赤色も色付けしております。はい、次はマスキングをしますね。このようにメタリックカラーを塗っております。ガイアの、ガンメタルですね。これをね、エンジン付近、モブル付近にね、吹いていっております。ガイアのメタリック系のね、カラーは本当にね、おすすめです。
はい、それでは塗装後にね、組み立ての方に入っていきたいかと思います。今ちょっとペダルつけたんですけどね、ペダルはね、ちょっと後でまた取り外して付け直すことにします。そしてここの前カバーですね、LED 入れた前カバーを、リード線通しながらね、あとスリットの方に入れていきたいかと思います。設計図ではね、これちゃんとね挟み込んで接着してくださいなんですけれどね、この赤色のパーツですね、前側のここ塗りたいんでね、外してね別個で塗装してあげました。でこれね、割れないようにうまいことスリット入れてあげなきません。そこがねちょっと難易度高いかなと思います。今触ってるペダルのとこと前のライト部分のところでトータル4箇所ほどスリットあるんですけどね、折ったり割らないように気をつけながら慎重にはめ込んでいきました。そしてペダルですね、足の背のとこですね、ここをはめてあげます。ここは接着してはダメです。そしてこちら今接着していますカバーのところですね、ここはねちゃんとくっつくようにね、マスキングテープでマスキングしてて、で塗装後剥がして接着していっております。塗装面と塗装面でね接着剤塗るとねどうしても剥がれやすくなるんでね、後でこのようにマスキングテープを貼ってあげておいてね、後で接着してあげるのがねいいかなと思います。可動部分にはねなるべく接着剤がかからないように気をつけながらつけてあげました。はい、そして次はねハンダでこのようにスイッチとね、電池ボックスを溶着というかあれですね、ハンダ付けしていきたいと思います。ハンダ使った工作はねたまにやります。管線とかもたまに作るんで、マストなんかもね真鍮線とか溶着したりするのにハンダ使ったりするんで、このようにやってます。先にフラックス、いわゆる松ヤニみたいなやつですね、あれ塗ってからね、ハンダやってやるとねすごくやりやすいです。はい、今このようにね、抵抗のところをつけてあげて、プラス側ですね、はい、リード線の方もねフラックス塗ってからこのようにハンダをねちょっとつけてあげます。フラックスつけてると簡単に乗ります。そうですね、スイッチはね3点あるんですけどね2点しか使わないです。2点だけのやつがね売ってなかったんでね3点スイッチのタイプを使ってます。2点ですね。はい、このように銅板の上にハンダ乗っけてあげてね、スイッチの方にも乗っけてあげます。はい、ハンダ付けの方を進めております。スイッチの方にハンダを持ってあげてリード線とつなぎました。電池ボックスの方もね、ハンダを持ってあげて、それからリード線とつけていってあげてます。結構ね細いんでね大変ですね。はい、そしてね 3V のボタン電池です。果たして LED はつくでしょうか。はい、プラスマイナス間違わないように入れてあげまして、はい、スイッチオン。点灯しましたね。うまいこといったみたいです。はい、次はねデカール貼っていきたいと思うんですけど、デカールは、サカツのねマイクロフィルムデカールで一応2回塗ってね、割れないようにしてあげました。そしてマークセッターの方を塗ってあげて、まずね位置決めして貼っていっております。次はコントロールパネルのとこですね、セッターを塗ってあげます。2箇所あります。はい、まずはね、変形すると引っ込んじゃうところのコントロールパネルですね、こちらを貼ってあげます。ちょっと細くて狭いですね、すごくやりにくかったかなと記憶しております。はい、そしてメインコントロールパネルの方ですね。はい、中央付近を狙ってね貼り付けてあげます。この後乾いてからねクリアのトップコート拭いてね、密着させました。はい、そしてフィギュアの方です。はい、レッシーの方ですけどね、サフ拭いてこう継ぎ目とか消した後でピンクサフをね次に塗っていってあげました。女の子フィギュアはねピンクからね立ち上げた方がいいかなってやつで、そして次はねクールホワイトを塗っていきます。なるべくねこうピンクのところにねグラデーションが残るような感じにしながら塗っていきます。でブーツはね白なんでね、2回ほど
っています。ピンクサフそのままでね、肌の色、薄茶色ですね、塗るとちょっとね、濃くなりすぎる。もう一回白を間に入れます。そしてね、ピンクのところがうまいことグラデーションになってきてるんで、そのことをしております。はい、腕のところもね、後でちゃんとね、やるように今ホワイトを塗ってあげました。はい、そうしましたらね、ホワイト拭きの次は薄茶色ですね、肌の色を塗っていきます。ちょっとね、白光りしてますね。ライトがね、ちょっと強すぎたみたいですね。はい、で、腕のところもね、薄茶色を引いております。はい、そしてね、レッシーの塗装の方がだいたいできてきたら、次はダバ君ですね。ダバ君はね、ピンクサフ使わずにグレーサフのままのところに薄茶色を塗っています。結構ね、男の人の色はね、そんな感じでいいかなと思います。はい、次は筆塗り塗装ですね。下出るカラーのベースカラーで下地を立ち上げていきます。肌色のとこはね、エアブラシでやったんですけど、ここからは筆塗りで。はい、そしてね、グレーのところもね、白と黒で作ったグレーで、下地を塗っていきます。ベースカラーですね。で、ベースカラーが終わったらレイヤーを塗っていくわけなんですけどね。はい、次は下出るのレイヤーでパープル系ですね。これ塗ってあげました。で、パープルだけだとね、ちょっときついかなと思ったんで、途中で青を混ぜながらね、パープルと青の調色したものを塗ってあげました。はい、次はレッシーさんの髪の毛の色、ベースの赤系でまず塗っていってあげました。はい、髪の毛の方向に向かってね、ブラシの方をね、流すように塗っていってあげてます。ムラも出るんですけどね、乾いてから何回か塗れば大丈夫です。はい、そしてね、これ影入れたとこですね。下出るカラーの茶系スキン系の、シェードカラー、これを乗っけていってます。で、ちょっとあまりやりすぎたんでね、拭き取ったとこです。で、ダバ君もね、同じような処理してあげました。そして今度ダバ君のね、基本色、服の色です。ベースの青系塗ってあげてますね。ベースの青塗った後で乾いてからだんだんね、白が強くなっていく青をレイヤーで塗っていってあげてます。次はレイヤーのね、薄い青を乗っけていきました。ちょっとね、これでもまだ青みが強かったんで、この後でもう一回ね、白を継ぎ足したこの今塗ってるスカイブルーみたいな色ですね、もうちょっと白強くして次の塗りもしました。はい、次はね、ベース系の赤ですね。レッシーとね、若干違う赤のベースを使って、あとレイヤーの方もね、乗っけていったいう感じです。はい、ベースの赤をこれで塗り終えて、乾いてからレイヤーの赤を塗ったわけになります。はい、それからですね、今度はね、ダバ君の肌色のとこにシェードのね、カラー入れてます。スキン系のね、ちょっと茶色の系列の方のね、シェードを入れてます。でね、ちょっと入れすぎたかなとか思ったとこ後で拭き取ってますね、綿棒とかでね。はい、手のね、指の間と間のとこもね、同じように茶系のシェードカラーで影を入れてってあげてます。そして目の付近のね、ちょっと行き過ぎたかないうとこを拭き取ってます。そしてね、後でね、目の方を塗ってったんですけどね、ちょっとね、うまいこと取れてなかったです、画角で。最後のね、クリア入れてるところをね、ちょっとだけこのように映しております。結構ね、こういうルーペの中なんですけどね、ルーペ見ながらこういう風に瞳は入れてっていきました。もうね、老眼の目にはルーペは欠かせません。はい、そして完成になります。ようやくね、完成しました。そしたらね、変形もさせていきたいと思うんですけどね。はい、このようにまずハンドル部分を外します。そして裏側からこのパネルをね、外します。
本当はねここ可変にしたかったですけどね、ちょっと無理でしたね。今のは私持ってる技量でもちょっとここは難しいな思ったんで、キットの取り外しにしました。はい、そしてここのね前の、ホバーのとこですかね、ここが、はい、そしてここ気持ちいいですね。スルッと出てくるんですね、頭のところね。はい、このように取り出して、そしてここのね操縦桿ですね、ヘビーメタルを操縦する時の操縦桿を取り付けてあげます。ハンドル部ね鑑定色で塗るようにっていう指定はあったんですけど、別にそこは気にせず、はい。そしてダバ君ですね、腕がね広がりすぎなんで、ここで、もう一組の腕に付け替えしてあげます。なのでここはボールジョイントに変えたわけです。はい、腕の方、富士見の、レーシングクルーかな、車関係の24のキットから持ってきました。似たような腕を使っております。はい、このようにして上のね、操縦桿を握れるようにしてあげました。そして首をまた差し込んであげます。そして操縦席に乗せてみましょう。はい、こんな感じでね雰囲気は出たかなと思います。設定画の時よりもねこの操縦桿のところがね上に上がってしまうんですけどね、はい、本当はねもうちょっとここが下に落ちてくれた方がねかっちょよく見えるんでしょうけど、こんな感じで雰囲気は出たんじゃないかなとは思います。はい、そしてね横のレバーですね、サイドのレバーを取り付けてあげます。ここの可動ねやる人はやるんでしょうけどね、ちょっとねスペース的に難しいですね。ちょっとねハンドルが大きすぎるのとね物が小さすぎてね 0.3 ミリの真鍮線を使ってもちょっと厳しいに違うかな思って判断したんで、何年も考えたんですけどね、結局キットの設計図通りではめ込み式にいたしました。はい、こんな感じですね。はい、コントローラーのところねまた色ちょっとね綺麗な色とかで塗り分けてもいいのかもしれないんですけどね、ちょっとバランス怖くてそこは塗ってないんですけど、黒っぽいグレー、それで塗ったんですけどね。はい、ジャーマングレーですね、確かねジャーマングレーで塗ったと思います。そしてねシートもね若干後ろに倒れ込めるようにちょっと可動をねつけてるんで、電池ボックス入れた分の可動をつけてるんで、ダバクもちょっと後ろにこう背もたれいけるっていう感じで、キットのままよりは雰囲気がちょっと出るようになったかな。そして前のとこですね、前のコントロールパネルを落としてスライドをさせます。前のカバーをね、これではい、ドッキングする時のスパイラルフローになってくれたかなっていう感じです。はい、そうしましたらね、せっかく電飾もしたのでね、LED を点灯させてあげたいかなと思います。はい、シートはね、このように切り取ってるんで、取り外しができます。そしてね、スイッチ引っ張り出しました。ここのスイッチをね、入れてあげるとね、はい、つきました。わかるでしょうか。このようにね、ついてくれます。ここはね昔だと麦球なんですけどね、今 LED が出てくれてるおかげでねなんとか仕込むことできました。でこれスペースがね
あんまり取れないんですよね。変形ギミックがあるからね。ここがちょっと辛かったかな。いろいろ考えたんですけどね。もうね、コードもタイトなんでね、隠すの大変ですね。座席の下ね。はい、一回外すとね、またはめるのが大変になるっていうね、もうギリギリのスペースでやっております。結構タイトですね。はい、で上のカバーを乗っけてあげます。上のカバーね、確か設計図は接着するようにあったと思うんですけどね、もうしなくていいです。もうこれで、はい、いいかなと思います。そしてハンドル部分、ここもね、変形は本当はさせたかったんですけど、スペース、根元の軸のスペースがね、ほんと取れないんですよね。でも、やる人はいるかもしれない。ちょっと今の私ではちょっと無理だったところです。ここはもう差し込みにしてます。はい、ピットのりでね、とりあえずペタってくっつけるようにしております。でここのね、はい、シリンダーも引き出してあげて、これで完成ですね。はい、なんとかできました。はい、タバコも乗っけてあげます。